人と比べる必要はない。ありのままの自分を大切に。ありがたい言葉なんだけど、なんかしっくりこない。そう思いたくても思えない。どうしても比べてしまうし、比べる必要はないって言われるから、比べてしまう自分を責めてしまう。というか、ありのままって何？と、私は長いこと思っていたんですが、皆さんはいかがでしょうか？私が東大に入れたのも、首席で卒業できたのも、人と比べる自分、負けず嫌いな自分がいたから。でも同時に、首席で卒業したのに燃え尽きて、廃人のように白い天井を眺め続ける日々を送ったのも、人と比べる自分がいたから。比べるという機能は、私たちを栄光へも導くし、同時に没落へと陥れるほどの強力な力を持っている。この力に滅ぼされるのではなく、生かして自分の人生の舵を切る力に変えていくにはどうしたらいいのでしょうか。私が東大で人間心理を探求して至った考え、それは人と比べる自分を責める必要は全くない。むしろ比べることは脳の自然な働き、科学的に見るととても理にかなった反応。だから今回はここで、どうして比べることは科学的に理にかなっているのか、そして比べる自分と共存して比べる自分を責めることなく、苦しみにとらわれることなく、むしろ生かしてより幸せに生きていくためにはどうしたらいいのか、現在の探求の成果をここで共有したいと思います。さやラボへようこそ。私は東大を首席で卒業したものの、燃え尽きて廃人となった後、自らを実験台にして人間心理を探求し、奇跡的に復活。その後、東大大学院で心理学で博士号を取得し、今も心理の探求をしています。人と比べる必要はない。このような人生観について立ち止まって考えられるかで、大きく人生は変わってくる。なぜなら人生観は判断基準になるから。こう思う。だからこうする。すべての行動と結果の基盤になるもの。とても大切なものなので、ぜひ今回最後まで共に探求を続けていただけたら嬉しいです。まずは一つ目の探求テーマ。なぜ比べることは科学的に理にかなっているのか。これを面白い心理実験で体感してもらいます。これは東大の心理学の授業で私が最も衝撃を受けた実験の一つです。では、こちらの画像を見てください。左側の矢印で示されているパネルは何色に見えますか？青色ですよね。右側の矢印で示されているパネルは何色に見えますか？黄色ですよね。決して同じ色ではないですよね。では、それぞれのパネルを囲ってみます。まだ青と黄色に見えますよね。では、この囲いをギュッと中央にも寄せていきます。するとどうなるか。あれ？両方とも灰色に見えますね。実はこの2つのパネル、最初から物理的には全く同じ色だったんです。一体何が起きているのか。実はこの背景にあるのが今回のテーマ、比較なんです。皆さん、人間の脳に対してどんなイメージがあるでしょうか？私はもともと脳はなんかすごいっていう風に思ってました。でも実際はそんなことなくて、脳は暗くて狭い頭蓋骨の中に閉じ込められていて、キャパが限られているんですよね。孤高の存在です。でもこの世界は桁違いの情報で溢れ返っているのに対して、脳で瞬時に処理できる情報量はごくわずか。ではどうしているのかというと、比較なんです。簡単に言うと、絶対値ではなく相対値で世界を捉えている。一つ一つをありのまま捉えるキャパはないので、周りとの比較によって世界を捉えているんです。先ほどの例に戻ると、一つ一つのパネルの色をありのまま捉えるためのキャパはないので、左側だと黄色の中のグレーなので青に見えていて、右側だと青の中のグレーなので黄色に見えている。相対的に色も捉えられているんです。本当にびっくりですよね。
私も初めて東大の心理学の授業で見た時にはびっくりしました。こんなに自分って世界をありのまま捉えられてないんだ。びっくりしたし、物悲しくもなったし、でも同時に目の前の摩訶不思議な現象にすごくワクワクしたことを覚えています。そして最初のお話に戻ります。人と比べる必要はないと言うけれど、そもそも私たちが世界を認識する土台に比較がある。さらにこれは全自動で無意識下で行われているので、先ほどの画像をもう一度見てみてほしいんですけど、どんなに強く念じたとしても同じ色には見えないですよね。つまり意志の力とか努力とかとは無関係に比較は行われる。だから比べてしまう自分を責める必要は全くない。むしろそれは脳にとって自然なことで、理にかなった大切な戦術。むしろキャパが限られている中でいろいろ工夫してくれて頑張ってくれてありがとうって感謝するような案件なのかもしれないです。まとめると、比べることは脳にとって理にかなった自然な現象。だから責める必要は全くないし、むしろ限られたキャパの中で編み出された素晴らしい戦術。この事実を知ることはとても大切です。そしてもっと大切なことは、その次にどんな一歩を踏み出すのか。比べることは自然なことだと知るだけでも私自身は救われたんですけれども、それだけでは比べる苦しさから完全に解放されることはないし、比べるという強力な機能を人生を動かす力に変えていくこともできない。ということで、2つ目の探求テーマに移ります。比べる自分と共存しながら、そんな自分に苦しめられるのではなく、むしろ生かして人生を切り開く力に変えていくためにはどうしたらよいのでしょうか。比べる自分を生かすために私は2つの方針を立てています。1つ目の方針は、比較を評価ではなく個性の定義につなげる。2つ目の方針は、比較をする対象を変えてむしろ積極的に比較をするです。1つ目の方針、比較を評価ではなく個性の定義につなげるについてです。比較をする自分を止めることはできない。でも比較の後にどんな意味付けをするのかは自由に決めることができます。具体的なお話をすると、私は小学生の頃から10年以上ずっとコンプレックスに思っていたことがありました。それは自分の足がすっごく筋肉質なことです。というのもですね、自分の一番身近な存在、一番身近な比較対象である私の母親がありえないぐらい美脚なんですよ。もう小学校3年生くらいの時には母親よりも自分の足の方が太くなっていました。なので自分の足を見せたくなくて、見たくなくて、長いズボンやスカートばかりを履くようになっていました。でも数年前にこの感覚がガラッと変わったんです。きっかけになったのが合気道でした。合気道では下半身の支えがすごく大事だと言われています。つまりしっかりとした自分の足って有利なんですよ。今まではすごく自分の足が嫌いだったんですけれども、この自分が生かされる場を見つけたことで、前よりも自分の体を好きになることができました。あと、そもそもの大事な話をおさらいするんですけれども、私たちの脳というのはこの世界をありのまま認識するだけのキャパはありません。だから比較を通してでしか世界を認識できない。これは個性についても同じです。自分だけを見ていて自分の個性なんて分かりゃしない。だから比較を通じて自分の個性を発見、定義をして生かす。これが私の一つ目の方針でした。続いて比べる自分を生かすための二つ目の方針は、比べる対象を変えてむしろ積極的に比較をするです。どこに対象を変えるのかというと、過去の自分と比べてどれぐらい成長しているのか、過去の自分と比べて成長するためにはどうしたらよいかにフォーカスをするです。特に前半の過去の自分と比べてどれぐらい成長したかにフォーカスをするは、ものすごくその重要性が過小評価されているなと。実際私自身も正直すごくおろそかにしがちです。具体的には、
私は子供の頃友達作りが苦手でした。詳しいお話は1本目の映像でもお話ししているんですけれども、例えば小学生の頃は休み時間に一人で教室で鶴を折っているような子供でした。誰かから声をかけてもらうことばかりを切望していました。そんな自分が大人になって合気道の道場で入門したての白帯の方に最近どうですかって自分から話しかけているというのは、冷静に考えると革命的な変化なんですよね。東大に入ったのも同じで、私は高校3年生の時に受けた学力模試は全て一番下の E 判定でした。なので、そんな自分が東大を卒業する時に東大早朝大賞を受賞して卒業式で総代を務めて首席で卒業できたのは奇跡的なことです。でも、どんなに長いこと切望していたとしても、どんなにいろいろな努力をそこに向けて積み重ねていたとしても、叶った瞬間に当たり前のことになっちゃってるんですよね。皆さんもそういうことないですか？でも、そういうことを繰り返していると、人はいつか必ず壊れます。かつての私も東大を首席で卒業したにもかかわらず、燃え尽きて廃人となってしまいました。自分を甘やかすのでもなく、闇雲に厳しくするのでもなく、正当にねぎらう。この正当なねぎらいが私たちの心の土台となって人生を動かしていく原動力になっていきます。ちなみに私は最近頑張ったことがあったので、ずっと行きたかったお店のちょっと高級なパフェを食べに行きました。これは行動ベースのねぎらいであって、もっと感情ベースでもちゃんとねぎらわないとなっていうふうには思ってるんですけれども、皆さんも何か一つでもいいので、過去の自分の頑張りでねぎらいたいことを思い浮かべて、具体的にどういうふうにねぎらうのかを決めて、よかったらコメント欄で教えてください。そして実際に心からしっかりとねぎらってあげてください。ここまでのお話をまとめると、人と比べる苦しみから解放されるためには、むしろそんな比べてしまう自分を生かしてしまう。そして生かすための一つ目の方針は、比較を悪い評価にではなくて、自分の個性の発見や定義へとつなげるということ。そして二つ目の方針は、比較の対象を変えて、過去の自分と積極的に比較をする。過去の自分と比べてどれぐらい成長したのか、過去の自分と比べて成長するためにはどうしたらよいかに焦点を置き換えるというものです。特にこの後半の過去の自分と比較をしてどれぐらい成長したのかを正当にねぎらうことの重要性については、心理学的にもっともっと深掘りできるポイントがあるので、また別の機会にぜひできたらなと思っています。私は子供の頃、この世のすべての根源は人の心にあるのではと漠然と思っていました。その思いがきっかけとなって人間心理を探求するようになったんですけれども、こうして今心理学を通じて自分の脳や心の仕組みについて知って、今まで自分がダメだと思っていた自分が実はダメではなかったこと、生存戦略上は非常に有効な心の働きであることを知れて、救われるような、自分を受け入れられるような、自分をより好きになれたような気がしています。ここが私の心理学の好きなところですね。今後こうした探求の旅路をここでまた共有できたらと思っているので、ぜひコメントやチャンネル登録をしていただいて、一緒に探求を続けていただけたら嬉しいです。それではまた次の探求でお会いしましょう。